はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の全体運やお仕事のこと、人間関係を見てみたいと思います。星のことを解説しながらね、タロットを引かせていただきます。お願いします。それから2025年がどんな年になるのか、そろそろ気になってくる頃じゃないでしょうか。カペラノートご予約いただいた方はありがとうございました。もうそろそろ届いている頃と思います。ヤギ座の皆さんが2025年どんな1年になるのか、全体の流れや1ヶ月ごとの細かいエネルギー解説や新月のエネルギーワークなどもたっぷり載せたPDF 版が今は発売になっています。こちらは PDF 特典として少しヤギ座さんのですね仕事運やお金のことや人間関係を情報をプラスしていますので、ご興味ある方はぜひ概要欄からご覧ください。お願いします。では行きましょう。本当にこの PDF 版って数年前に初めて私星メッセを販売させていただいたんですけど、その時から比べたら本当にもう今年最高の出来だなっていうふうに思っています。私的には、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの2、鳳凰、ワンドエース逆、デビル、カップエース逆、ペンタクスの8、節制、気をつけることは対策がマジシャンの逆とカップ5の逆とオラクルはカップの4です。大丈夫ですよ大丈夫。そんなに今何かにものすごく悩んでいたりとか囚われていたとしても大丈夫です。これは時が来ればスッと抜けるって感じがします。まず星の話ですが、今すごくちょっとお誕生日の前っていうのはなんだかちょっと不安定になりやすかったり、いつもの自分じゃないなみたいな感じに思いやすい時なんですね。でさらには前回言いました11月26日から12月16日まで水星逆行しますので、少し考えが混沌としたりとか予定が狂いやすかったりとか、何か見通しが立ちにくいなみたいな感じもあるかもしれません。でもヤギ座の皆さんはそういった見えない世界のなんかどこかで何かが起こってるなみたいな感じで、でも私には関係ないかなっていうことで、それをすごく傍観的にというか客観的に見れるような時なんですね。なんか例えるならなんですけど、ちょっとなんか外側でわあ今嵐が来てます、氷が降ってますみたいになってわーってなったとしますよね。だけどもともと今日私出かける予定なかったしなとか、そもそも今私体調悪くて家で休もうと思ってたから、外で雨が降ろうが氷が降ろうが関係ないわみたいな感じのエネルギーだなと思ったんです。なので非常に別の言い方をすると、守られている、自分が休むところで休んでいるとか収まっているっていう感じなんですよね。でも人って外側の世界でどんな風に活動しているかによってそれの良し悪しを見ようとするから、そういうのでいくとなんかあんまり外に行きたくないなって思うかもしれません。でなおかつこの12月の7日からね、火星というエネルギーも逆行を始めるので、これちょっと2月24日まで逆行で長いんですけれども、見えないところで本音を掘る時だよっていう、これまた前回でお話ししたと思うんですけどね、来年の6月まであるエネルギーをすごくトンネルを掘っていける時だよって、それがなんかどこまで進んでるのかどこまで掘れたのかがよく自分では分からないってなりやすい時ということなんです、この期間は。なので12月前半っていうのは水星も火星も逆行してますし、でなおかつ自分っていうのはなんだかどこに自分がいるのか分からないみたいな感じになりやすい時なんですけど、でも逆を言うと全然外側の影響を受けずに自分の世界にも入れるし、こもれるし、癒せるしっていう時です。だからカードで見た時に今なんだかすごくここでデビルが出てるっていうのは、何かと思いにとらわれていたり、ちょっと調子が悪かったり、私これからどうなるのみたいな気持ちだったりとか、なんかちょっと納得いかないなみたいな気持ち、何かの思いに要するにとらわれてしまっている、不安だったりとか焦りだったりとか嫉妬だったりとか、でもそんな思いもスーッとね抜けていくなって感じがしたんです。オラクルが結局カップの4なので、自分が何かをしたからといってすごくその自分の気持ちが上がるとか、めちゃくちゃ興奮して楽しいわっていう風にはなりにくいよって時なんですよね。だって今ちょっと静かに違うところで休んでる時なわけですから、休んでる時はもう感情もフラットでいいじゃないかって感じです。
感情をフラットに保つことの方が人って実は難しかったりするので、それができやすい前半ですということですね、ヤギ座の皆さんは。でもその中でももう少し現実的なことを見ていくと、ご自身の気持ち的にはあんまり動いてないと思うかもしれないですけど、人との関係悪くないですよねって感じがしますよ。入り口がカップの2ですし、ちゃんとご自身のやりたいことっていうのはなんか見つかっているとか、こういうふうにしたいなっていう思いはある。でそれを伝えられる人がいたり、もしくは共有できる人、この感覚を共有できる人がいるのかなというふうに思います。でここも鳳凰が出ていて、とても安定してるんですよね。だからなんかもし今ご自身がなんかフラットだな私って思ったとしても、このフラットな状態っていうのがずっと続くわけではなく、今この期間はフラットでいいんだっていうふうにご自身でも分かるっていう感じです。でもしですけど、その人って嫌なことがあったりとかね、何か悩み事がある時に忙しいと、その忙しいことで悩みを忘れられるからいいわっていう思いの方もいらっしゃると思うんですね。で逆に時間がたっぷりあると余計なことを考えちゃって余計しんどくなるわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとそのどっちもあって、その何かにとらわれてる気持ちっていうものがあるからこそ、なんとかしなくっちゃって思うかもしれないけど、そう思えることって幸せだっていうふうに思ってみてください。逆に例えばですけど、何かの思いでもう今頭がいっぱいで本当に悔しいですとか、何かなんであんなこと思い出しちゃうんだろう、早くこの感情を忘れたいのにっていう時っていうのは、そのことを思い出してモヤモヤすることぐらいしかないっていうぐらい幸せってことなんですよね。要するに自分はその何かの出来事に思いを馳せて心配したりとか、心配できるぐらい自分は恵まれているっていう感じで思ってほしいんです。本当に大変で本当になんかやらなきゃいけなかったらもう心配してる暇ない、やらなきゃいけないっていうことになりますけど、今は自分の感情っていうものを客観的に見たり、無理して頑張るっていうよりもフラットな状態で今の自分を受け止めることができる時なんだなっていう感じなんですよね。でその中でフラットだって思えるんだったら OK だし、そこでなんか気持ちがへこむとか落ち込むとかであれば、私って落ち込めるぐらい今幸せなんだわぐらいに思っておいてくださいね。でそうするとね、徐々に上がってきますっていうのは、もうスタートっていうのが出ていて、これはね12月の21日から今度はお誕生日迎える方も出てくるじゃないですか。光が今度ヤギ座に入ってくるよっていうことで、どんどん明るくなってくるんですね。今その手前の何を手放したいのかが今浮き彫りになってるっていう時なので、いろんな感情を感じてみてください、ぜひね。ちょっともう一枚見てみようかな。もしかしたら、少し前にね頑張ろうと思ったこと、特にお仕事とか自分がエネルギーをかけて頑張ろうと思ったことに対して今自分が納得いってないっていう状況なのかもしれませんが、自分が納得いく形に持っていくまでの、序章というか、このドラマが楽しいわけですよね、人ってね。そんな感じで思ってくださいね。理想の自分像があって、この理想の自分像になっていない自分に対してなんかモヤモヤしているっていう感じですけど、理想っていうのは現実との間にギャップがあるから理想なわけで、そこから理想の自分から見た現実の自分を批判する必要なんて全くないわけですよね。なのでそういったことも、そんなことを考えるぐらい私今幸せなのかなぐらいに思っておいてくださいね。その後カップの S ということで何かしらの感情がまた出てきます。でこれはすぐに何か解消されたりとか、すぐに何か喜びとして現れてこなくても何かの感覚が生まれてきます。少しずつね。そして現実をきちんとこなしていけそうですね。日常生活はとてもきちんとこなしていけますので、やることやっとこうとか、ちゃんと食べてちゃんと寝てやることやろうみたいな感じで日常生活がきちんと整う感じです。でもあんまりさっき言ったみたいに興奮するようなものとか、やったーみたいなそういったジョイっていうエネルギーはないんです。どちらかというと静かな感じなんですね。静かな状況の中で何か感じるものを自分で見つめて、それを消化していくみたいな流れですね。でもそのために毎日毎日のルーティンというものがしっかりこなされていく。そしてその後節制ということで、なんか橋がかかったって感じかな。これから湧いてくる自分の新しい感覚に対して自分でそこにさらに息吹を吹きかけて育てていって、これでよかったんだみたいな感じになりそうですね。
これは人間関係でもとてもいいですよ。何かのバランスが取れます。なんか野放しにこう発展していくのではなく、何か一定のエネルギーの中で、自分がここまでならできるなっていう思いの中でそれを伸ばしていくっていう感じがするんです。人との関係の中でも、ここまでの関係であればすごくうまくいくなとか、これぐらいの距離感がいいなっていうふうに思ったり、またお仕事でもこういうふうにやっていけばバランス取れるんだみたいなことがご自身で分かったりして、とても落ち着きます。なので後半の方がおそらく勢いっていうのは出てくると思いますね。ここで言われてる対策も始まりそうなんだけど、でも待ってね、もうちょっと待ってねみたいな感じで言われていて、別に進められる人はもう全然いつでも進んでいただいていいんですけれども、なんだかその感情的な納得感っていうものがもう少し、時間をかけることによって生まれてくるんだなって感じがします。これは少しずつなんですけど、日に日に良くなるって感じかな。日にち薬で良くなるみたいな感覚で、少しずつ気持ちも納得していくし、理解もしていくし、収まっていく。そしてあの経験ってこのためだったのかっていうのがゆくゆくちゃんと分かるって感じですね。だから今は何か答えが出ないとか、誰かに何か言われてもしっくりこないなっていうのがあったとしても、ちゃんと後で自分の中で答え出ますからねって思っておいてください。ちょっとお仕事のこと見てみますね。またはですね、その誰かからの提案があったとしても、これどうですかとか、これしませんかとかあったとしても、なんか乗り気になれないって感じかもしれませんね。今はいいと思いますよ、乗り気じゃなくても全然。もう少し自分の中で納得してから、準備ができてから動きたいっていう感じなのかもしれませんね。仕事のことを見ます。ペンタクスの6とワンドのナイトですね。そして、ソードの10ということで、仕事に対しての計画やどうすればうまくいくかっていうのも分かっている。計画は自分の中にある。だけど今それをすごい、例えばお金をかけて何かをしたりとか、こう自分のなんか行動をもっとなんか拍車をかけて何かをするとかっていうのはちょっとしんどいなっていう時ですね。分かっている、やればできるのは分かってるんだけど、そこまでの気力が湧かないみたいな時なので、いいと思います。この前半に関してはさっき言ったみたいに、少し何か家の中でこうゆっくりしつつ、外は荒れてますねみたいな感じでこう眺めつつ、でも今日は私はゆっくりと家の中でスープが飲みたかったんですだったらスープを飲めばいいっていうような感じで、これを仕事に例えてみると、外側は忙しいなとか、外側すごく盛り上がってるなとか、今繁忙期だからどうのこうのって言ってても、なんかご自身はそんなに動きたいと思わないのであれば、そこでゆっくりしてもいいよって感じ。なぜならばそのヤギ座の皆さんがこれから起こすであろう仕事の中での可能性っていうのは別に消えない、ここで動かなかったから消えるとかそういうものではないので、たっぷりと自分の感覚を自分で満たしてあげてくださいと。動く時が来ればまた必然的に動きますからって感じです。後半動き出すんだと思いますけどね。はい、そして人間関係も満たしてください。また出ましたね、ペンタクスの8。ソードの7。ジャッジメントということで、人間関係はね全然悪くないんです。誰かとの関係性っていうのは、その前から続いている人の方がそのエネルギーが強いですけども、ここから新しく出会う人に関しても決して悪くはないです。比較的おそらくね、ヤギ座の皆さんがちょっとニュートラルだからだと思うんですね。今ちょっとフラットっていうか、ものすごいガツガツしてるわけではなく、ニュートラルだから関わりやすいっていうのはあるかもしれないです。で、少しその他者からの申し出だったりとか何かがあっても、いやちょっと今は自分のことやりたいんだよなみたいな感じで少し気がそれる感じはありますが、でもここで2枚このペンタクスの8のカードが出てきてるってことは、ご自身が納得いくように進めてください。コツコツとやるべきことをやっていく。今のうちになんか貯めていくみたいな感じかな。なんとなく
なんか作り置きをしとくみたいな感じで、お料理で言うならば、もしくはお仕事も準備をたくさんしておく、いつでも出せるように、発表できるように準備はたくさんしておくとか、例えばその人間関係においても誰かとの関係性大事だなと思う人の付き合いっていうのはしっかりと保っておくみたいな感じ、連絡は取り続けるとかですね、そんな感じです。でそれがゆえにちゃんと良かったねみたいな感じがあります。とても何かがつながるとか統合するとか生まれるっていうエネルギーがあるので、人に関しては恐れずにやってもらったらいいと思います。関わっていってもらったらね。ただオーラクルとして言われているのがやっぱりカップの4なので、今は他者の感情に寄り添ったりとか他者の感情を満たしてあげたりするよりも、自分の内側で自分をしっかりと整える、コツコツと自分を整えていく。その何の方法が自分が整う方法かというのは、ご自身しかわからないですけど、きちんとルーティンを回すってことなのか、これをちゃんと時間通りやろうってことなのか、自分が決めた自分への約束を守ることなのかどうかは分かりませんが、他者に惑わされずに自分のことをやるっていうのが一番いいみたいですね。そしてもしですけど何か気になることがあるとしたら、それを気にすることしかできないぐらい他は満たされているんだって思っておいてくださいね。では最後にもう一枚オラクルカード引かせてください。このカードが出ましたが、何か感じることありますでしょうか。ご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんだかね、やっぱりヤギ座の皆さんの中に非常に今内側で何かが起ころうとしているわけですよね。内側でなんかタップされるというか、お知らせが来るみたいな感じで、そしてその自分の英知を使ってそこに向き合っていくよということで、非常に繊細でありながらでも重要なお知らせが来る感じがしますね。だから自分の中をしっかりと見ておかなきゃいけないんでしょうね。だから動きがあるかっていうとそれほどではないんですが、逆に動き持たさなくていいんじゃないかなって感じですよ。だからお仕事でもやろうと思えばできるし、なんとなくせかされるかもしれませんが、今一番このね、自分たちにとっていいのは、自分の内側にある感覚に気づいて、どんな感覚が芽生えていくのかっていうことに気づいて、それをコツコツと育てていくっていうことの方が大事なんだなと思いました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また恋愛動画この後撮っていきますので、準備でき次第アップしていきますね。ちょっとなんか抽象的だったかなって思いますが、もしよかったですよとか分かりましたよという方、ぜひいいねボタンで教えてください。またね、次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。